はい、皆さん、こんばんは。一富士、二鷹、三なすび、いつかはなりたい一なすび、VTuber のテレコナスです。こんなすです。よろしくお願いします。はい、めっちゃ今日眠いっす。多分、糖分の取りすぎですね。ケーキ2種類食べちゃった。チョコレートケーキとショートケーキ。めっちゃもう頭ふわふわするわ。めっちゃ気持ちがいい。まあ寝落ちするほど眠くはないので、まあなんとか頑張って12時、今日はもうね12時目安で終わる予定なので、よろしくお願いします。最近連日やっぱ2時ぐらいまでやってたからね、今日はね、まあ本当に、まあ霧の良いところで終われればいいけど、ふんぞりさんこんなすです。そう、ちょっと痛り気味ですね、今。めっちゃ気持ちよくなってます。特にお酒は飲んでないですよ。ので、まあ本当に普通に、糖分で至ってる感じですね。さあ、ではですね、ゲーム本編始めていきたいと思います。前回が、村雨ちゃんから不思議な力をもらって、で、素手で、汚れ退治したのかな、たたり神を倒して、で、その後遺症が出て、で、次の日で終わりっていう感じですね。お、せつかさん、こんなすです。ああ、そうやね。今日24日だからメリクリって言わないとダメか。皆さん、メリークリスマス。あ、そうだ、じゃあ、じゃじゃーん。メリークリスマス。イエーイ。こっちか。すげえ、コメントにめっちゃかぶってるな。メリークリスマス。さあ、ではゲーム本編始めていきたいと思います。今日これでいこうか。そう、クリスマス配信の時にこれ。サンタボータツの、そう。クリスマス配信の時にこれ使ってやってました。かわいいでしょ。イエーイ。仕込み。この回かわいすぎ。じゃあこれでいこうか。角が先っちょなんかちょっと切れちゃってるな。鹿ではない。そう。奈良県民だからね。多少鹿の要素はあるかもしれない。こんな感じでいこうか。コメント欄にかぶせていこう。ちょっと調整するね。こんな感じかな。一番下のコメントの人が角で刺されることになりますが。まあせっかくクリスマスだしね、今日はこれでいこうか。では、よろしくお願いします。ゲームやっていきます。セレネンバンカ続きからです。ここは一体これからだね。あ、そうだ、BGM だ。こうかな。はい、ではお待たせしました。やっていきます。よろしくお願いします。ポチッとな。これが不思議な力の代償で、ちょっと気絶しちゃった次からですね。いきます。ここは一体、宙に浮いているような、いや、水の中をどんどん沈んでいくような、なんとも言えないこの奇妙な感覚は、痛い、苦しい。声が聞こえる。返せ。聞き覚えのない声。いや、これは声なんだろうか。嫌だ。苦しいのは嫌だ。相手の気持ちはちゃんとわかるけど、人間の言葉じゃない。むしろ何か激しい苦しみを訴えている生き物の鳴き声にも感じる。これは、お前は一体何なんだ。たたり神の意識かい。溺れるような感覚の中、俺は不思議な光の中に落ちた。その中で見た風景は妙な色合いの山の中。正面に一人の男が立っていた。苛立たしそうな表情でこちらを睨みつけている。甲冑をまとった男の手には鈍く光る日本刀があった。男が口を開く。なぜかその言葉を聞き取ることはできない。だがその必要はなかった。刀を構えるその姿が全てを語っていた。これから起きることを理解し、必死でそこから逃げようともがく。
これはたたり神の記憶なのかな。お、中野ソースさん、こんなすです。いらっしゃい。今日はトナカイでお送りしております。よろしくお願いします。今始まったとこだからね、ゆっくりしていってください。だが、体が動かない。どれだけもがいても指一本動かせない。声を上げることすらできなかった。それでも諦めずに必死にもがく俺を見て、男はにたりと笑う。男はためらわなかった。むしろ面白そうに笑いながら刀を振り下ろす。そして俺の首が切り落とされた。うわー、これ善悪反対だったりする？もしかして。たたり神の方がもしかしていいやつだった？体が動く。声も出る。首がペタペタと触れるとちゃんとつながっている。しかもあったかい。見回すとそこはいつも使っている部屋だ。何度も寝起きして居心地も良くなった部屋。生きてる。ちゃんと生きてる。死んでいないと主張するように、痛いぐらい大きく心臓が脈打つ。本当に殺されたかと思った。それくらいリアリティのある不思議な夢だった。お、まさふみさん、こんなすです。いらっしゃいませ。今日はトナカイでお送りしております。イエーイ。まだ始まったところなんで、ゆっくりしていってください。胸の痛みと首のぬくもりに心の底から安堵する。誰かに殺される夢なんて初めて見た気がする。そうそう見るもんじゃないよね、殺される夢って。殺されかける夢って結構見るけどね。実際殺される夢って珍しいかも。というか、一体どうなったんだ？俺は確か診療所に行って、そこでたたり神に。記憶と一緒に全身に痛みが蘇ってきた。特に右腕が激しく痛む。でもこうして痛みがあって部屋で寝てたってことは、たたり神は消えたはずだ。ああ、俺、こっちに来てから何回死にかけてるんだろう。今回は一番怪我がひどい。縦にするしかなかった左腕には厳重に包帯が巻かれ、拘束されているみたいだ。うわ、相当やね。骨折れたりしてへんのかね。他にも傷の手当てがしてあるのは、最後にたたり神が暴れた時にできた傷だろう。しかしなぜか右腕の痛みが一番ひどい。ズキンズキンとした鈍い痛みがまだ残っている。いててて。なんだろう、この痛み。汚れに触れたからかな。とはいえ、骨も折れた様子はない。ああ、よかった。それならまあ行動可能ではあるよね。これなら日常生活もなんとかなるだろご主人。う。お、村雨ちゃん。今日はさすがに上には乗ってこなかったね。村雨ちゃん、ご主人。あら、えらい心配してくれて。うわ、待った待った。あだだだだだだ。ちゃんと起きたのだな。ご主人、心配したのだぞ。よかった。かわいい。よかストップストップ。心配かけたのが悪かったけど、痛いって。ちょっと離れて。それよりみんなはあの後どうなった？った。心配はいらん。無事だ。マコも命に別状はない。よかった、まこちゃん気絶してたもんね。そうか。人の心配をしておる場合か。ご主人が一番危なかったのだ。そうね、結局抱きつかれて。まあ朝から不意打ちでドカッと来られるよりはだいぶマシじゃない。これ不意打ちでドカッと来られて起きたら寝覚め最悪だよ。そうなのか。体だけではない。ご主人はその身に無理やり心力を宿らせた。その影響は魂にも及ぶのだ。魂が。村雨ちゃんの力、もう村雨ちゃんは心力を宿して人から見えなくなっちゃったんだもんね。医者が問題ないと診断しても、そのまま目覚めぬ可能性もあった。魂の話になってくるのか。そんなに？もしかして俺結構寝てたのか。あれから2日経った。もしこのまま目覚めなかったらと、我が輩は2日も寝てたの。そりゃすごいな。
声を震わせている村雨ちゃん。本当に不安だったんだろうな。もう大丈夫だから、ちゃんと生きてるだろ。ほら。ちゃんと目覚めたのは良いが、体の調子はどうだ？あ、左腕は包帯で自由には動かせないけど、痛みはそれほどでもない。むしろ右腕に痛みが残ってるかな。そっちの方がまずいんじゃないの？その魂が傷ついてるみたいなことでしょ？それは心力を宿した影響であろうな。つまり、あれは夢じゃなかったんだよな。駒川さんのところに行ったらたたり神がいて、体に心力を宿してもらってなんとか払った。あらすじオツ助かるわ。でも右腕に汚れがまとわりついてて、その汚れが襲いかかってきて、その後は何も思い出せない。その汚れが襲いかかってきてっていうのは多分誰も見れてないんだよね。最後は違うぞ。汚れを払ったご主人から心力を取り去った直後、そのまま意識を失ったのだ。そこら辺がよくわかんない。でも夢を見たってことはなんか汚れと一体化しちゃったんだろうね。何かしらが。そうか。じゃああの時俺はすでに意識を失っていて、最後だけ夢を見てたのか。それとも、とにかく払ったのは夢じゃないんだな。そこまではご主人の記憶通りで間違いない。よかったよかった。マコは脇腹から背中にかけて少々痛めたらしいが、命に別状はない。まこちゃん無事でよかったわ。結構がっつりなんだっけ、壁に叩きつけられてたんだっけ。壁に叩きつけられて気絶してたとかだからね、心配だったんだよ。駒川の者は部屋の隅に倒れておったらしい。大した怪我ではない。今日も診療所で仕事をしておるよ。っていうか、言っちゃうんだけど、いたんだ、あの場に。見えないたたり神にいきなり襲いかかられて超怖かったんじゃない？でも今日仕事してんのすごいな。そっか、よかった。よかったのはご主人の方だ。本当に無事に目覚めてくれて。心力を宿さなきゃ被害はこの程度じゃ済まなかったんだ。村雨ちゃんが気に病む必要はない。むしろ本当に助かった。ありがとう。二度はせぬからな。あのようなことは本当に危険なのだ。人の肉体に心力を無理やり流し込むなど。いえ、チューだよ、チュー。顔ですよ、顔。メスの顔になった。無理やり流し込む。ヒュー。流し込むという言葉があの時の情景を思い出させる。心力を宿すためにキスしたんだよな。はい、かわいい。はい、かわいい、やったー。いや、緊急の措置だ。人工呼吸と同じようなものでキスとは違う。違うけど、触れ合ったのには間違いない。お、あそびさん、こんなすです。いらっしゃい。前回の続きから、今まだ始めて10分ぐらいかな。10分ぐらいですが、2日間眠ってて起きて村雨ちゃんに説明を受けてるところですね。危なかったんだよって。あらまあ。気づくと村雨ちゃんが距離を取って部屋の隅で縮こまっていた。とにかくあれは今回限りだからな、ご主人。ご主人の体に負担のかかることであるし、接吻などそう気軽に。あ、そうか、村雨ちゃん初めて初めてのチューじゃない？村雨ちゃん。だってこの年で生贄になってさ、今まで誰も村雨ちゃんに触れる人いなかったわけでしょ。わーお。ああ、それは分かってる。なぜ黙るのだ、ご主人。脱法の罪深さ。いや、これはね、合法ですよ。そうね、法の抜け道って感じやね。村雨ちゃんの方こそ、なんでそんな遠くに行く？それはほれ、近く
くで正面から向き合うと恥ずかしいではないか。あ、かわいいぜ村雨ちゃん。触れるからこそできた荒技。そうだね。まずそもそも今までの人は触れなかったからやっぱできなかったんだろうね。我が輩、あのようなことをしたのはご主人が初めてだったのだぞ。やっぱり俺だって初めてだったんだぞ。男が威張るでない。我が輩は数百年守ってきたのだ。ご主人のよりも価値があるのだ。ヴィンテージなのだ。おー、ヴィンテージ中やんけ。ヴィンテージキッスか、素晴らしいね。なんでも寝かせりゃいいってもんでもないだろう。でもまあやっぱり女の子の方が大事なのかな。傷つけたなら謝る。ごめん。いや、別に嫌というわけではないのだ。状況が状況だったからな。あの時は恥ずかしがっておる場合ではなかった。だがこうして改めて顔を合わせると。おお、かわいいぜ。ヴィンテージかわいい。かわちいね。いや、村雨ちゃん、順々もかわいい。もうちょっと余裕ぶると思ってたんだけどな。謝られたくない。乙女な感じやね。さっと顔を隠してしまう村雨ちゃん。思い出すと俺も少し恥ずかしいんだけど、そんなに意識をされると俺の方まで恥ずかしくなってきた。しかし村雨ちゃんがこんなに顔を真っ赤にしてももじもじするとは。そういえば一番最初に胸を触った時も女の子らしい反応だったな。硬いおっぱい事件。我が輩、吉野を呼んでくる。スーッと消えていった。いや、ピュアピュアで可愛いね、村雨ちゃんはね。俺も今のうちになんとか落ち着きを取り戻そう。本当に目覚めてくれてよかった。いや、まこちゃんも怪我がなくてよかったよ。よかった。本当によかったです。いや、ご心配をおかけしたようですね。そして2人が吐いた息は心の底から安堵しているものだった。2人とも学院に行かずずっと俺の看病をしていてくれたらしい。すごっ。優しい2人とも。心配をかけてごめん。でも大丈夫。手はちょっと不便だけど大げさにするほどじゃないよ。俺よりも駒川さんは大丈夫なんですか？怪我は？少し青技ができた程度だ。君たちに比べれば軽いものだよ。それも丈夫やな。有地君の左腕の裂傷は見た目ほどひどくない。ちゃんと治る。他の部分も問題ないはずだ。じゃあ右腕がどうなるかだね。そうですか。よかった。俺が目覚めたことを聞いてすぐに駆けつけてくれた駒川さんには怪我をした様子も無理をしている様子もない。先ほどの言葉は気を使ってくれたわけではなさそうだな。ただし右腕に関しては申し訳ないが私には判断がつかない。まあそりゃね、専門外というかわかんのなんて村雨ちゃんぐらいでしょ。心力はすでに回収しておる。少なくともこれ以上悪化することはあるまい。右腕がなんか熱した鉄のようだって言ってたもんな。相当痛かったと思うよ。なら一安心だ。何にしろよかった。知らせを聞いた時は本当に肝が冷えたよ。急に診療所に出るんだもん。そりゃびっくりするよね。ご心配をおかけしました。いや、いいんだ。こうして話すことができているんだから。お父さん優しい。いつもの柔らかな笑みを浮かべた安春さん。その表情がスッと引き締まっちゃったの？どうした？それで一体何があったんだい？ちゃんと事情を説明。だから吉野ちゃんの方から説明されてないんだ。話はまだ。触りだけは聞いたんだけど、細かいことは正臣くんが目覚めてからと思って。ああ、そうなの。じゃあお話ししましょう。ゆっくり話している精神的な余裕がなくてね。あ、そうなんだ。まあでも2人とも看病にかかりきりって感じだったのかな。
何があったのかは俺もよくわかりません。むしろ俺が教えてほしいぐらいなんですけど、何から話しましょうか。ではまずたたり神について話をしよう。順序的にはそれが一番いいと思う。いや、確かにそう。なんで診療所に出たのかっていうところだよね。たたり神が山を降りてきたというのは間違いないのかい？降りてきたのか、あの水晶から発生したのか、あの水晶を求めてやってきたのか、どれかだよね。いいえ、それは違います。お、違うんだやっぱ。でも私たちはこの目でちゃんと見ましたよ。もちろん幻ではない。だが山から降りてきたわけでもないんだ。やっぱりそういうこと。発生源。あのたたり神は私の診療所で発生したものだ。わお。バカな、そのようなこと前例がないぞ。たたり神が診療所で？いや、怖い話だよな。どうしてそんなことに？でもさ、あの水晶自体に悪い要素はなかったんだよね。その感じ方としては。持ってても安心感があるみたいなこと言ってたぐらいだから。突然そんなことが起きるなんてありえない。何か理由があるはずだ。あの水晶なんだよね。その理由がこれです。はい。そうだよね。駒川さんは俺たちに向かって手を広げてみせた。その手のひらには小さなかけらが乗せられている。俺が山で拾ったかけらですね。このかけらは意識を失ったアリチ君が握りしめていたんだ。握りしめ、はい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 。素手でズボッといってギュッといってズボッと抜いたんかな。そうなんですか。覚えてない？あの時は本当に無我夢中だったので。それはつまりたたり神の一部ということですか？一部というかもう本体じゃないの。一部なんてものじゃない。たたり神を発生させる核、いわば心臓のようなものだ。それになんか安心感を覚えるってなんでだろう。そのかけらが間違いないんですか？この目で見たよ。うんうん。このかけらが黒く染まるところを。じゃあもう発生の瞬間ぐらいまで見てたの。そして泥のようなものが溢れ出したたり神となった。怖っ。よくその場にいて無事だったんだ先生。それは一体？呪詛で恨みの力を刺激する場合、恨みを宿すよりしろを用いることがあります。うんうん。おそらくこれは呪詛に用いられたよりしろのかけらでしょう。よりしろが水晶のかけら？呪詛を返されたことでよりしろも砕けて散らばっていたのではないかと。こんなに小さなかけらでは大きな力は発揮できません。だから汚れをためてたたり神という体を作り上げた。私はそう考えます。じゃあ水晶を集めたら合体するんじゃないの？かけらを払えばたたり神はもう発生しないのかな？かけらを払う。もしそうであればたたり神になることもなかったはずです。うんうん。このかけらは一度払われているんですから。そうか。確かにそうだね。払った後だからあのかけらになるんだもんね。キングスライムのたたりみたいなの可能性。レベル8のスライムが集まって8匹集まってキングスライムになっちゃう。呪詛を解く鍵は汚れを払うことではなく宿している恨みにあるはずです。うんうん。恨み。それってまさか。質問があります。かけらが宿した恨みを夢で見るなんてことはあるんでしょうか？その話もう少し詳しく。詳しく。そうして俺は汚れに飲み込まれるような幻覚を見たことも含め、覚えている限り夢の話をした。不気味な鳴き声のような苦痛を訴える返せという思い。いやらしい笑みを浮かべた男に首を切られた夢のこと。異様な現実感があったこと。あれが偶然だったのか気になって。どうだろう。たたり神と接触したことは以前にもあったはずだ。うんうん。かけらを持ってきたのもアリチ君なのに今回だけ。なんか一体化しちゃったもんね。
もし本当にそうなら返せと怒っていた部分が重要になりそうですね。何を返せばいいんだろ返せか。もしかしたら。う。おっと、心当たりあります？思い当たることが。アリチ君、新しいかけらが見つかったと言っていたよね。そうだね。それ今も持ってる？お、試したいことがあるんだ。合体させる気本当に。どうでしょう。確かあの日着ていた服のポケットに。ということはまこちゃんが持ってるわけではない。はい、どうぞ。ありがとう。俺からかけらを受け取った駒川さん。持っていたもう一つのかけらを取り出し、同じテーブルの上に乗せる。よく見ていてほしい。ニュルニュル、ニュルニュル動いちゃう？みんなでテーブルを囲むようにしてじっと二つのかけらを見つめる。その時、驚くべきことが起きた。誰も触れていないのに、かけらがカタカタと震え近づき始めたのだ。マジでか。これは。ついに二つのかけらが触れ合った瞬間、激しい光を放つ。うわ、眩しい。だが、それも一瞬のこと。大きくなってる。光が収まったテーブルの上にはちゃんとかけらがある。ただし、先ほどよりも一回り大きくなったかけらが一つだけ。かけらが一つになっただと？やっぱりそうか。間違いない。やっぱりそうかっていう感想なんだ。駒川さん、これは一体？電話で報告したいことがあると言ったね。それがこれだ。これがどうやってこれを発見したの？私はかけらを調べるために試しに削ってみたんだ。だけど削れなかった。やっぱ削ってはみたんだ。いや、削れはするんだが、すぐに元のかけらに戻ってしまうんだ。おお、ふんぞえさん大正解やね。もしやとは思ったけど、確信した。よりしろは一つに戻りたがっている。それがよりしろの願いだ。一つに戻りたがってる。一つに戻ったらでもどうなっちゃうの？ハイパーな呪いが復活しちゃうんじゃないの？それってもしかしてその願いを叶えることができれば。呪いが解ける？マジでキングスライムたたり。いや、なんか強化されたたたりは来そうだよね。その言葉に駒川さんがうなずくことはなかった。まあわかんないところだよね。だが否定を示すこともない。少なくとも現状を打破するきっかけにはなる。かけらがチリチリになったことがたたり神の発生に関係しているはずだから。それはどういうことかな？おっきなかけらになればなるほどたたり神が発生しにくくはなるってこと？考えてみたんです。あの時たたり神が発生したこと、そして私が襲われたこと、あれはよりしろを削ったからたたり神が発生したんじゃないでしょうか。そういう考えなの？たたり神が普通に発生しただけなら吉野様や有地君のもとに向かったはずです。確かにそうかもしれない。でもあん時レナちゃん狙われてたよね。あれもどういうことだったんだろう。どういう演者なのあそこは。思うによりしろを砕かれたことに対する怒りの表れ、一種のプレッシャーがたたり神ではないかと。よりしろを再び一つにすることができれば怒りは収まるのではないかと。いやー、収まるかそれ。私たちはずっと勘違いをしていたのかもしれません。呪詛は長男ではなく利用された犬神の意志だったのかも。なるほど。であればよりしろを手厚く祭り上げ犬神の魂をいぶして沈めることができれば。魂を沈めるか。村雨様、なんておっしゃってるの？よりしろは手厚く祭り上げて魂を沈めた方がいいんじゃないかって。ああ、そうか。
私の考えが対峙するという方向に凝り固まっていたかもしれないね。とにかく必要なことは、かけらを集めることか。かけらを集めるっつってもどうなんだろう。現状自然発生というか、山に落ちてるその水晶のかけらみたいなやつからたたり神が発生してるから、いっぱいまだ落ちてるってこと？それについてだが、おそらくレナはかけらと何かしらの関係がある。うんうんうん。レナさんが？たたり神はレナを狙っておった。うん。そこにも何か理由があったはず。それに我が輩の姿が見えていた。そこなんだよね。それがなんでなのかがまだ全然わかんないからさ。まずはその確認が必要だな。もしかするとまた狙われる可能性だってある。急いだ方がいいだろう。時計を見ると午後3時過ぎ。この時間だとレナさんは学院かな。レナさんでしたらお見舞いに来るそうですよ。なんだよ、みんな優しいな。メールで連絡がありました。あとクラマくんと妹さんもいらっしゃるそうです。おお、なんだよ、みんな優しいな。嬉しいな。すれ違いになってもなんですから、こちらで待っていた方がいいかもしれませんね。そちらは任せるよ。今日はおとなしくしているようにね。はーい。また明日の朝に診察をしに来るから、もし何か下級の事態になったらいつでも遠慮なく電話して。すごいね。なんかみんな優しいな。本当にいい人ばっかりなんだよな。わかりました。それじゃあまた明日。ああ、そうそう、日立さん。はい。どうしたん？布団から出るなとは言わないけど、なるべく安静にしてること。ありゃ、やっぱりちょっと怪我してる？そんなになんですか？水葉さんはお医者様ですから大げさにおっしゃっているだけですよ。本当に？私は大丈夫ですから気にせずに何でもどんとお任せください。いや、心配やな。と、自信満々に自分の胸をドンと叩く日立さん。あ悔しいが可愛い。お任せくらい。涙目じゃないか。言わんこっちゃない。痛みがなくなるまで無理に動いたり衝撃を与えないように。医者の指示に従わないと怪我が長引くよ。いや、ほんと安静にしてよ。まこちゃん、本当に。まこちゃんいなかったらもう全滅してたからね、あそこで。そうして俺がおとなしくしていること約30分。襖の向こうから声がかけられた。とはいえ、それはレナさんの声ではなく、お兄ちゃん起きてる？小春ちゃん。入るぞー。お、なんだ、ちゃんと起きてるじゃないか。さっき起きたとこではあるんだけどね、1時間ぐらい前に起きたのかな。お兄ちゃん無理しなくていいんだよ。寝てなくて大丈いや、本当に大丈夫だから。夫？正臣、よかった。ちゃんと起きたのですね。心配かけてごめん、レナさん。レナちゃんにかけらを持ってもらったら、なんか吸収されたりすんのかな。にしても、お前こっち来てから怪我ばっかりだな。しょうがないじゃん。まさか怪我を治すための診療所で怪我をするとはな。ああ、その辺の説明どうしてんだろうね。倒れた本棚の下敷きになったって聞いたけど。そんな間抜けな説明を。本棚。一瞬きょとんとした俺にレナさんが視線を送ってくる。ああ、そうか。たたり神を説明してるわけない。そういう風にごまかしてるんだろう。なんか運悪く巻き込まれてな。包帯までしてそんなにひどいの？裂傷やからそこそこ浅いとは言ってたけどね。見た目ほどじゃない。すぐに治るよ。それならいいんだけど、してほしいことがあったら何でも言ってね、お兄ちゃん。お、今日の何でもいただきましたよ。ありがとう、小春。正臣、お見舞いのプリンです。大旦那さんから任されました。
板長お手製のプリンかい。ありがとう。じいちゃんにはそのうち挨拶に行くと思うけど、よろしく言っといて。はい、お任せください。お兄ちゃん、これは私からのお見舞いね。なんだろ中身はビワだから皆さんでどうぞ。う。わお、おばあちゃんか。気を使ってもらって悪いな。いいの、これぐらい。で最後に俺のお見舞いだ。もう大体予想ついたわ。レンタロウまで小春と一緒で十分だったのに。まあまあそう言うな。そう言ってぐいっと茶色い紙袋を押し付けてくるレンタロウ。ん？角があってずしっとしてて食べ物じゃなさそうだ。しかもなんか嫌な笑みを浮かべてるな。確認は後にしておこう。それで調子はどうなの？これもあれやね。本やね。起きたばっかりだから今日はおとなしくしておくようにって。でも明日からは普通に動いて大丈夫だってさ。それは何よりでありますね。でもビビったぞ。正臣だけじゃなく巫女姫様や日立様で休むんだから。看病、まあ日立さん、まこちゃんはね、自分の怪我もあっただろうから、完全に吉野ちゃんはあれだね、看病で休んでくれたんだろうね。さっき話した感じだと元気そうで安心したけどさ。日立さんも怪我をしたけど、友武さんは看病のために休んだだけだろうからな。やっぱそうやんね。でも本棚が倒れるなんて一体何があったの？せやんね。地震でもないのに本棚が倒れてくるってそうそうね。茶色い袋どんなセレクションか楽しみですね。セレクションか3冊ぐらい入ってんのかな。地震が起きたわけでもないのに。そうなんよな。その辺の説明難しいよね。それはまあさすがにたたり神のことを説明するわけにもいかない。おそらくレナさんはすでに必要なことは説明を受けているのだろう。話を振られないように視線をそらして会話に参加しないようにしている。レナさんにかけらの確認をしないといけないけど、さすがに2人の前で聞くことはできない。もう少し様子を見るしかないか。さあな、俺も突然のことであんまり覚えてないんだ。何かのきっかけはあったと思うんだけど、まあ本当に運が悪かったんじゃないかな。お兄ちゃん、お祓いでもしてもらった方がいいんじゃない？お祓いする側なんだよな。必要ないって。巫女姫様と一緒に暮らすなんて幸運に恵まれてるんだから。プラマイゼロになったってだけだって。この毎週のように怪我してるこの怪我をマイナスゼロと言いますか。そんな風に考えるようにしとくよ。あ、お茶も出さずに。今日はお兄ちゃんのお見舞いに来たんだから、そういうことは気にしないでいいの。そうですよ、正臣。私がお茶を入れてきましょう。さすが旅館のバイト。さすがにそこまでしなくても。今日ぐらいは私に頼ってほしいのでありますよ。というか今更だけど、レナちゃんはここにいて大丈夫なの？あ、お仕事ってこと？いつもは旅館の仕事があるからって授業が終わったらすぐに帰ってるじゃん。さっき大旦那さんに頼まれたみたいな言ってたもんね。平気ですよ。むしろ今日は大旦那さんに言われていますので。おじいちゃん。おじいちゃんに？正臣や眞子が怪我をしていろいろ大変でしょうから、今日は家事のお手伝いをするようにと。ありがとうおじいちゃん。ということで何かあればお任せですよ。家事のお手伝いですか？なんかできること、でもまこちゃんも動けないんだもんね今。はい、私の今日のお仕事なのです。ぜひ手伝わせてください。お願いいたします。お客様にそんなことをしていただくわけにはいきません。まあそれはね、まだ友武さんか。友武さんはそう言うわな。ですが普段は眞子が家事全般をしていると聞きました。うんうん。そんな眞子が怪我をして大変でありましょう。
えばご飯など。おっと、ご飯作ってくれんの？それは料理ぐらいでしたら大丈夫ですよ。いや、ダメそうは言うけど、そうなるべくそうそうそう安静に。するように言われてるんだから。そうそう、安静にしといてよ。では私が。ですが迷惑をかけるわけにはいきません。今日は私が頑張ります。それはそれで不安だ。吉野は料理ができるのでありますか？基本ぐらいは知っていますとも。怪しい。日本では料理の基本をさしすせそで言いますよね。もちろん知っていますよ。砂糖、塩、お酢、せ背脂とソース。なるほどね。味付けが濃そうだな。醤油だよ、醤油。せは醤油で、そうはソイソースです。せとそは醤油とソースだよ。もう普通に間違ってんね、彼は。お醤油とお味噌。あれ、そうだったっけ？確かに正直に言いますとじゃあ大丈あまり経験はありません。夫。ごめん、ちゃんとそうが味噌なのは知ってるよ、大丈夫だよ。醤油とソイソースで両方醤油やないかいっていうのをね。でもこんな時ぐらい役に立ちたい。吉野は可愛らしい人ですね。ではその気持ちを汲んで手慣れた人と一緒に作ると良さそうですね。おー。俺も一応簡単なものなら作れるけど。ダメですよ、アリツさん。腕を使わないように言われてるんですから。そうだよ、君が一番重症でしょうが。そんなにか。動かせないわけじゃない。酷使するなとは言われてるけど、普通にしてる分には問題ない。それでもダメだよ、お兄ちゃん。包丁とか持たれると心配だもん。むしろそんなにね。C は醤油、せは精油、そうはソイソース、醤油ばっかりやないかい。さらに醤油が増えてしまった。クラマさんの言う通りです。しゃあない。ここは一丁俺が一肌脱ぎますか。お前料理できるの？もちろんよ。今時料理ぐらいできなきゃ女にモテないからな。なるほど。やるね。さしすせそ普通に間違えてたのに。俺は頭よりも体で覚えるタイプなの。知識じゃなくて実践派なの。どうだろう、料理のさしすせそはまあする人だったら基本知ってるもんかな、やっぱり。少なくとも小春よりうまいぜ。こいつ不器用だからさ。へえ、意外。何さ、わざわざ引き合いに出さなくてもいいじゃない。砂糖醤油だったかもしれん。まだ醤油が増える。やば。食卓に醤油しか並ばねレンニーなんて旅館の手伝いでお客さんの前には出せないから、厨房に回されて覚えただけでしえ。ょ。ああ、なるほどね。厨房で覚えたか。ありそうな話だ。何にしろ基本はしげさんに仕込まれてるってことだ。なるほどなるほど。まあそれならまあ安心だよね。さしすせそを知らなくても料理できるしね。そうなんだよね。私だってお姉ちゃんのところで働くようになってから料理の練習だってしてるもん。昔よりは少しぐらいは力になれるよ。ほうほうほう。いいね。心強いね。ここで選択肢ですか？セーブ画面だよ。そうそう、ただの調味料の投入順だからね。無視したところで著しくまずくなるわけでもなし。酢は酢醤油でコンプリートだ。やばい。さは砂糖醤油のさでしょ。しは醤油のし。酢は酢醤油の酢でしょ。せは醤油のせでしょ。そうはソイソースのそでしょ。醤油コンプリートやないか。でどうしようか。選択肢か。セーブ画面です。セーブしたね。これちょっと心配にしとこうか。正直かなり心配です。本当に大丈夫か？
めんつゆを適量入れればなんかそれっぽくなってくれる。そう、めんつゆはね、万能調味料だよ。醤油会社の陰謀めいたコメント欄。君ら醤油会社のものやったんか。ちょっとお兄ちゃん。いやいや、冗談だ。信じてるってば。ほう。じゃあその実力を見せてもらおうか。まずいんじゃない？いいよそれぐらい。あ、でも歯切れが悪いね。どうした？やっぱりご迷惑でしょうか。ああ、そういう心配？吉野様、意固地になりすぎるのも失礼になると思いますが。砂糖、塩、酢、酢で、酢は、精が醤油、酢は味噌。ああ、合ってる合ってる。大丈夫ですよ。それで合ってる合ってる。わかりました。ありがたくお言葉に甘えさせていただきます。はい。よし、頑張りますか。おお、みんなで料理いいね。ですが、さすがにこの人数は多いかもしれませんね。そうだよね。このキッチンで4人5人で料理はちょっと難しい。最大で2人だね。では私は別のお手伝いをしましょう。おお、容量がいい。別って掃除かな？もちろん正臣の寝床のサービスですよ。私こう見えても床上手なのですよ。よろしくお願いします。床？どこ？は、上手？あらまあやで。いやいや、みんなでもそんな本気で勘違いすることもなくない？よくある。よくあるのか。それだけはおかみにも褒められるぐらいですよ。おうおうおう、そういうサービスですか？おかみにも褒められる？やっぱ海外はすげえんだな。じいちゃんの旅館は従業員に何をさせてるんだよ。何をさせてるとかそういう話じゃなくてさ。ずっと寝ていたのならお布団を干してシーツも変えた方が良いですよね。床上手。床上手。気持ちよく眠れるように整えますのでお任せください。自信あります。ああ、なんだ、床上手ってそういうことか。まあそうでしょうよ。あー、びっくりした。小春ちゃんが意味を分かってんのも怖いな。私変なことを言いましたか？いや、まあそのさあ、その話は置いておいて夕食の準備を始めましょう。ドヤ顔の顔ぐら可愛い。そう、このゲーム表情がねちょっと崩れた時の方がすごい可愛いんだよね。ドヤ顔だったり困り顔だったりとか。はい、そうですね。もしよろしければ皆さんも一緒に夕食を食べていきませんか？お、みんなでご飯いいね。そのお誘いはものすごく光栄で嬉しいんですが。あら、お断りかい？お、めんきちさんこんなすです。前配信のラストを見て一度墓をくぐってから来た。死者蘇生されてきた。早すぎた埋葬からの復活。いらっしゃい。まだね、今日めんきちさんが死ぬようなシーンは一回やったかもしれんな。冒頭の村雨ちゃんでやられるかもしれない。もう家で用意されてると思いますから今回は申し訳ありません。そうか、学校終わった後の時間だから4時とかもう5時ぐらいなのか。そうですね。急にすみません。いや、機会があればまた。ほら、お昼のお弁当とかならいつでも OK だから。レンニーの言う通りです。私はお言葉に甘えてもよろしいですか？なんかみんな気遣いができていいな。はい、もちろんです。ありがとうございます。頑張って働きますので。さてと、では早速床上手が発揮されますか？これいいチャンスかもしれない。ああ、聞くチャンスだね。確かに。レナさん、俺も一緒に手伝うよ。ついでに掃除もしたいしさ。その気持ちはありがたいのですが無理をしてはいけませんよ。ご飯の時に聞けばいいんじゃないのとも思うけど。分かってる。邪魔はしないようにするから。それじゃあ行こ
さて、ではどの部屋から行きましょうか。どの部屋から？その前にレナさん、少しだけ時間をもらえないかな。話したいことがあるんだ。はい。マサオミ、外で？一体どうしたんですか？家を出てこんなところに連れてくるなんて。話とは、わざわざこんなところでしなければいけないんですか？別にお部屋とかでもいい気はするけど、他の誰かに聞かれたくない話なんだ。ああ、それはもしやあのモンスターのことでありますか？確かモンスタ畳神。ー。すげえ、なんかこう、急に和む神様、和み系モンスターになったね。たたり神ね。お、そうでありました。大変失礼いたしました。あの日のことを説明は聞いてるんだね。はい、決して他言はいたしませんのでご安心ください。うんうん。八百万の神の一柱にそうだ。まあ、畳に神様は絶対いるよね。危険なことに巻き込んでしまって、本当にごめん。平気ですよ。別にいたずらで巻き込まれたわけでもなし、事故です。飼い犬に噛まれた程度のことです。気にしていません。それはそれで流せるのもすごいな。それ、すごい皮肉に聞こえるんだけど。私はマコやマサオミの元気な顔が見られて嬉しいですよ。ええ子や。まあ、こんな笑顔を見せてくれているんだから、野良犬の言い間違いだろう。それでもう少し聞いてほしい話があるんだ。わかりました。姿勢を正して俺に向き直るレナさん。じゃあ説明する前に、村雨ちゃん。いたのですか？びっくりしました。いたんだ。蓮太郎や小春がいる前で呼びかけられると良くないのでな。姿を消しておったのだ。なるほど。なるほど。いくつかまだ確証のないことも多いけど、聞いてほしいんだ。はい。俺は彼女に昨日判明したことも含めて全てを語っていった。さあ、かけらの件よ。事情は把握いたしました。うん。とにかくそのために不思議な石が必要ということですね。そして私もその石に関係があると。そうなの、どういう関係なのかがまだつかめないんだけどね。俺たちはそう考えてる。心当たりはないかな。こういうかけらなんだけど。差し出したかけらを見た瞬間、レナさんは軽く息を飲んだ。おっと、持ってるやつ？やっぱりあるんだ。少々お待ちください。持ち歩いてんの？そうしてカバンから取り出される小物入れの箱。蓋を開けた中には透明ながらも中に白い霞のようなものがある石のかけら。確かに同じものに見える。おそらくこれではないかと。気配は弱いがかけらの一部で間違いなさそうだ。おじいちゃんのおじいちゃんから託された先祖代々ものかいこれは。それは山の中で拾ったの？いえ、拾ったものではありません。これは私の家に代々受け継がれてきたものなのです。そうね、そんな感じだろうね。受け継がれたって例のご先祖から？はい、私はおじいちゃんから譲ってもらいました。おじいちゃんのおじいちゃんがたたりに関わってんだろうね。お、みくみみんせみさん、こんなすです。寝る前にグッドボタン押しに来ました。おつなすです。ありがとう。わざわざありがとうございます。よかったらまたアーカイブ見に来てね。ありがとうございました。おやすみなさい。そうか。初めて見た時に感じた妙な気配は、このかけらが原因であったか。そうかそうか。まあ、レナちゃん本人がなんちゃらじゃなくて、まあ一安心って感じか。子供の頃からずっと持っていまして、日本に来る時にもお守り代わりに持ってきたのです。うんうん。おじいちゃんはもう日本には来られませんので。もうかなりお年を召してるのかな。レナさん、懐かしそうでありながらも悲しそうな声。
それだけでそのかけらがレナさんにとってとても大切なものであることは伝わってきた。それに今の言い方、おじいさんはもうきっと大切な思い出が詰まったものなんだろう。その気持ちを考えるとすごい心苦しい。でもそれでも俺にはこのかけらが必要なんだ。レナさんにとって大切なものなのにこんなことを言うのはぶしつけでとても失礼だとも思う。それでもどうかお願いします。そのかけらを譲ってください。背筋を伸ばししっかりと頭を下げる。こんなに気持ちを入れて丁寧なお辞儀をするなんて旅館で働いている時にもなかった。いや、働いてる時はしなさいよ。おじいさんとの大切な思い出が詰まっていることは分かってるつもりだ。だけどどうかお願いします。頭を上げてください、正臣。構いませんよ。俺の頭でよければいくらでも下げます。ですね、構いませんと。条件があるなら何でもしますから。おお、何でもしていただけるのですか？それはとてもいいことを聞きましたね。どうしてもこもる思いが違う。そうなんだよね。まあ先祖代々受け継がれてきたものをちょうだいって言われるのはね、まあくださいっていうのはやっぱ気が引けるよね。今何でもって今何でもって言ったよね。あれいいの？本当に？大切なものであろう。そんなに簡単に決めてしまってよいのか？まあレナちゃんからしてもね、まああげなきゃいけないものというか相手に必要なものであることは分かってるもんね。構いません。だって正臣や吉野には必要なのでしょ。はあ、ええ子や。だってお父さんの形見違うおじいさんの形見なんだよね。えああ、そっか、おじいさん来れないだけで別に形見だよね。まだ死んでない。おじいちゃん生きておりますが。おじいちゃん生きておりますが大変失礼しました。でもさっきもう日本には来れないって。元気ではあるのですが、もう高齢ですので膝や腰を悪くして旅行は少し難しいだけですよ。まあまあそういうことだろうね。そうなんだ。形見ではありませんのでご安心ください。でも先祖代々のものではあるんだよ。心配してくれるのはありがたく思いますが、そう念押ししないでください。思わず考えが変わってしまいそうです。すまぬな。優しい表情を浮かべたままレナさんがゆっくりと首を振る。確かにこれは大切なものです。このような事情でなければ頼まれても譲らなかったと思います。ほらこれよ、いい子や。ですが正臣は日本でできた最初の友人です。あの時正臣や眞子に案内されて嬉しかったです。それに吉野もいい人で学院で一緒にお弁当を食べるのも楽しいです。あ、しみるぜ。レナさん、毎日がすごく充実していて満喫しています。みんな大切な友人です。ちょっとめっちゃいい子じゃない？やば。おお、それから村雨ちゃんも大切な友人の一人です。あれでもさ、いやまあちょっと話の腰を折るようではあるんですけど、このレナちゃんがさかけら持ってたのはまあいいよ。それはもう先祖代々受け継がれてるからさ。でまあたたり神に狙われたのもいいよ。かけら持ってるからさ。なんで村雨ちゃんが見えて耳も見えてんだろうね。その辺絶対また縁があるよね。何かしらの。サタオジコンナスでございます。二足歩行のトナカイいるね。はーい、こんばんは。高評価押していってくださいいらっしゃい。よかったらゆっくりしていってね。友人のためであればむしろ譲らないと怒られてしまいますよ。それにですね、一つに戻ることがかけらの意志なのでしたら、
そうすることが一番いいと思います。うんうん。ご先祖様もそれを望んでいると信じております。いやー、優しいわ、レナちゃん。さあ、もう素晴らしいね。あ、チャンネル登録者が増えた。ありがとうございます。どなたか存じ上げませんが、大変感謝しております。よかったらコメントもしていってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。大興奮。そう、そこなんですよね。持ち物が理由というか、持ってることに同一の理由があるとき、まあそうなんだよね。なんでなんだろうね。ですので気にせず受け取ってください。これを先祖代々受け継いでいる家系だし、何かのパワーや素質は持っていてもおかしくない。ただ、おじいちゃんのおじいちゃんが、この土地に来て、で、そのまま帰っていったってだけだからさ、どこでどうなったんだろうなって感じ。ありがとう、レナさん。とはいえ、ただで差し上げるわけではありませんよ。わお、この顔超かわいい。何か条件があるのか？お譲りすれば何でもしてくれるのですよね。わ。まさおみ。あ、かわいい。表情超変わった、今。男に二言はない。では私、日本の伝統芸能が見たいです。切腹にござるか？伝統芸能？歌舞伎の？はあ、切腹死ぬ。それは芸じゃない。冗談ですよ。ちゃんと何でもさせられそうになってる。いや、これでもどうなんだろう。何かはさせられるか。デートかな？本当のお願いはですね、なんだい？私とこれからも友達でいてください。ええ子やだーと、私は軽い女ではありませんので、ただの友達ではいけません。親友でなければいけませんよ。すごいよこの子。それがお譲りする条件です。さあ、どうしますか、マサオミ。英語すぎてナス先生が角ブンブンしてる。いや、角ブンブンもしちゃうよ。大興奮よ。ああ、にやりと笑うレナさん。思わず俺も苦笑いを浮かべてしまう。わかった。その条件飲むよ。ありがとうございます。いやー、もう最高。でも親友っていう縛りができちゃったね。攻略に障害になりそうだね。ただの友達じゃなくて親友だと、なんて健全なお誘いだ。いやー、いいですよ、これは。やりてやね。すごくいいね。すごくいいね。はい、よろしくお願いいたします、マサオミ。にこやかに笑う俺たち。かけらがレナさんの手から俺の手に渡される。でもそれがたたり神の原因だったとは、そうらしいんだよね。私の家ではそんな危険な話はなかったのですが、運が良かったのでしょうか。削ったりしなきゃ大丈夫なのかな。俺もマサオミって呼ばれたい。怖い。メンキさん怖い。お守りとして大事にされておったことで、魂をいぶしておったのだ。そういうこと？故にたたり神は発生しなかった。じゃあ村雨ちゃんの姿が見えるのは？子供の頃からかけらを傍らに置いておったから、霊的な波に敏感になっておるのだ。ああ、そういう、なんかあっさり解決した。なるほど。ではかけらを渡してしまったら、もう村雨ちゃんが見えなくなってしまうのでしょうか。それは大丈夫じゃないかな。一文字違い。まさふみさんやもんな。これを機に解明してもろてどうぞ。そう、意外にシンプルな理由だったね。いずれはそうなる可能性もある。だが手放した直後からということはあるまい。一度目覚めたらなんかずっと見えてそうなもんだけどね。そうですか、よかった。村雨ちゃんも大切な友人ですので。おお、そう言われると何やら照れるの。ってことは、あのかけらさえ幼少期からずっと持ってれば村雨ちゃんは見えるようになるんだ。とにかくかけらを集めていぶするという方法は間違ってないと思う。そうだな。
そう、深く考えすぎなやつだったね。レナさん、ありがたく使わせてもらうよ。はい。一言断りを入れてから俺はかけらを近づけ合う。すると勝手にかけらが震え出し、ついにはあの時と同様のまばゆい光が周囲を照らす。うお、眩しい。おお、大きくなった。本当に一つになりましたね。こう最終的にはどんな大きさになるのかな。なんかそろばんみたいな、そろばんじゃない、おはじきぐらいの大きさっぽいね。でも高祖母さんの出自は気になる。そうだね。あ、それがやっぱりここの土地の出身の方なのかな。少しは正臣と吉野の役に立てたみたいでよかったです。村雨ちゃんの今のかけらを持ってたからっていう予想が外れてる可能性もあるもんね。少しどころじゃない。本当に助かったよ。ありがとう、レナさん。いえいえ、約束は守ってくださいね。いやー、すごいいい子。好きだ。分かってる。レナさんは俺にとっても大切な友達だよ。では戻って掃除をいたしましょう。早くしないとお布団が干せなくなってしまいますので。もうでも学校終わった時間から布団を干して大丈夫？鼻歌かわいい。鼻歌を歌いながら俺の布団のシーツを整えるレナさん。手早いのにピシッと切れ、そこら辺はさすがプロといった感じだ。お、スラックさんこんばんは。こんなすでございます。今日はね、レナさん、前回たたり神に襲われてたのが水晶のかけらを持ってたっていうのが判明しましたね。で、水晶のかけらを集めて合体させて、それで解決になるかもねっていうところまで進みました。では続きいきます。むしろ俺が手を出したら邪魔になりそうだ。本当にすごいね。これが旅館で働いた成果ですよ。いや、みっちり鍛えられてんね。これからはレナトコジョウズリヒテナーワーとお呼びください。語弊があるぜ。いや、その呼び方はいかがなものかと。トコ上手ってそういう意味じゃないからね。そうなのですか？ではどういう意味でありましょう？聞いちゃう？それはごめん、俺の口からはちょっと。宿に戻ってから猪谷さんに聞いてみてくれないかな。あと、トコ上手は外では言わないように。はあ、かしこまりました。そうね、猪谷さんなら教えてくれそうな気はするよね。T の一族、トコ上手。T、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 T。犬夜叉思い出す。あ、でもそういうことなんかな。流れとしては。至根のかけらでしょ。小首をかきしげながらもうなずいたレナさん。その頃には完全にシーツを整え終えていた。さて、軽く拭き掃除もしたいのですが。すごいいろいろやってくれる。ちょっと待ってて、すぐに準備してくるよ。はい、ありがとうございます。そうして俺は部屋を出て洗面所に向かった。おっと、大丈夫かい？正臣が戻ってくるまでに片付けをしてしまわないと。ねえ、メンケチさん、至根のかけらって言われるとなんかすごいしっくりくるよね。正臣ったらみんなのお見舞いを放ったままにして。まずいですよ。確か小春は琵琶でしたね。私の持ってきたプリンも一緒に冷やしておいた方がいいですよね。なぜまずいかと言いますとですね、レンタロウくんから茶色い紙袋を受け取っておりまして、茶色い紙袋はなんか角張った重たい何かが入ってたそうなんですが、まだ中身を確認してないんですね。何が入ってるのかな。そういえばレンタロウのお見舞いは何だったのでありましょう。あわわわ。もし冷やした方がいいなら冷やさないと。茶色い紙袋を開くと中には本ですか？わお。確かに安静にしているのもなかなか大変ですからね。きっと暇つぶしの本ですね。これでしたら冷やす必要はなさそうですね。中見ちゃダメだよ。袋の口を閉じテーブルの上に置こうと持ち上げたその時、バリッと袋の底が破けてしまいました。そしてドサドサと中の本が畳の上に。うわ、いけない、破れてしまいました。
畳の上に広がった本。その表紙にはドドーンと女性の裸が。何これ、過激な裸。いや、マシューミってばなんて過激な裸ってなんだ。ちょっとヒューマ君の様子見してくめなんてこと。いえ、これはレンタロウのお見舞い。持ってきたのはレンタロウでしたね。よかった、その辺は理解してくれてる。デッサンの参考資料かもしれない。主人公が絵を描いてる描写なんて一回もなかったでしょ。それにマサオミも男の人がこういうのを読むのも普通。いや違う、女の人が読むのも普通だからね。それはもう知識としてはもちろん知っています。知っていますが、こんな格好恥ずかしくないんでしょうか。しかもこんなに幼い子が。いえ、でも日本人はみんな若いもの、きっと大人なんですよね。私もいつかはこんな風に肌をさらすのでしょうか。そうなると当然相手の人も裸で。恥ずかしい。男性の裸だなんて。でもいつまでもそんなことを言っているわけにも。日本に来る前にもみんなにバカにされてきましたし、私も少しは慣れておかねば。なんだと。では失礼して。ドキドキ。なんならアナログなんて大学生が集った時ぐらいしか見ない。まあアナログはもうそもそもみんな見ないよね。いや、合法ロリなのかな。本の方は合法ロリか。いや、スケベだね。スケベですよ。おかしな方向になってきた。このイラストというかイベントスチルめっちゃ可愛くない？いいね。たまにはアナログもいいものですよ。そうなんかな。もううち子供がいるとどうしてもアナログの本はなかなか置けなくなっちゃってさ。いいですね。顔がいいよ。顔がいい。とても顔が良いですね。なんて過激なファッキン。表紙通りのファッキンな内容の本です。いや、文字通りファッキンですね。いや、このスチルめっちゃいいね。久しぶりに快楽天でも買ってみるか。快楽天なぁ、処分に困るからね。肌の声色も可愛い。そうね。すごい可愛い声だもんね。すごくいいと思います。最近はもうコミフロ一択だからね。いや、ファッキン文字通りだね。こんないやらしく胸を持ち上げるだなんて。おまさか実践してくれる？本の真似をして自分の胸を寄せてあげるようにギュッと持ち上げてみる。こうしてわこんな感じでしょうか。いや、正しいファッキンだよ、本当に。む表情めっちゃいいよね。いや、これは絵だね。すごい、ネクタイが素晴らしいことになってるよ。私は一体何を。こんなことをしている場合ではないことは分かっているのですが、妙に気になってしまって。多分レンタロウが持ってきたのはグラビアだろうね。再び本を手にして。男の人はこのような過激な本を。写っている女の人は恥ずかしくないのでしょうか。スラックさん、寄せてあげて、それなんだっけ。一瞬流行ったやつだよね。やっぱりファッキンすぎます。もはやファッキンです。ファッキンときましたか。新しい言葉が生まれてしまったな。なんだ、ユズソフトって神様だったんだ。いや、神様だったね。こんなファッキンな格好まで。すごい、演技がいいね。この声がいいね。
わわわわのところ、いや、このファッキンな格好まで、いや、このボイス超好きよ。これ、こんなファッキンな格好。かわいい。ファッキンの汎用性が高い。日本語はね、堪能でいらっしゃいますね。こんなファッキンばこれ以上見ていられませんよ。ほんとかい？声めちゃめちゃ可愛いね。いや、ほんとすごいいいわ。こんな格好。しかしどうしてモザイクがかかっているんでしょう。わざわざモザイクをかけるなんて。もしやマサオミはモザイクに興奮する特殊な趣味なのでありましょうか。なんてことを。これもいわゆる日本の変態の一つ。いや、変態そのものですね。海外ではですね、スケベなアニメの、検索をかけるときに変態とかけると、一発で検索に引っかかりますね。豆知識です。めっちゃ見てんじゃん。モザイクがかからない、かからなくてもいい国のチクチク言葉、そうなん？名応用語呂語彙、めちゃくちゃ見せつけてくる。名応用語彙ってどういうこと？ファッキンってこと？ファッキンすぎて頭がクラクラしてきました。かわいいな。次々ページをめくっててすごいな。いや、もう夢中やで。そろそろこれマサオミくん帰ってくんじゃないの？モザイクかけないと出版社が豚箱行きそうなんだよね。ファッキンしてしまいそうですよ。頭がファッキンになっちゃう？なんてことを言うんだ。有用豆知識、変態のことかい？助かるでしょう。ぜひご活用ください。アメリカはモザイクなくてもいい法律、あ、そうなんだ。それで北米版とかがあるのか。男の人まで裸になって入ってる。これがセクシー。ついに本番が体勢弱い子は可愛いな。そうなんだよね。プシュマサオミくんが帰ってくる前に倒れちゃったね。いった言っちゃったね。かなりぼやかしてはあったけど、これはいけませんね。嬉しそうやね、まさふみさん。あ、遅くなってごめん、レナさん。持ってきたよ。ってどうしたの、レナさん。なんで突然倒れてるの？腹毛、男と女の腹毛がセクシー。裸って俺は別に脱いでないよな。というか畳に何か落ちてる。これってエロ本？なんでこんなところにエロ本が？俺のじゃないぞ。こんな表紙に見覚えないし。あ、この袋レンタロウが持ってきてくれたお見舞いってエロ本かよ。ありがとうレンタロウ。でももう少し隠して渡せよ。いや、まあ放置してた俺にも責任はあるけど、とりあえずタオル冷やしに行って誰か手助けよ。その前にエロ本隠しておかないと。ふふすっいや、言えない。配信では言えないよ。まさか意識を失ってしまうとは。汚い紙指弾がいるな。恥ずかしい限りです。本当に大丈夫ですか？はい、もう平気です。なぜ意識を失ったのかは言いましたか？言い回しがシェック種だと可愛げがあるという事実が判明。そうだね。ぼかしていこう。わーお！お風呂に入ったおかげでシャッキリであります。ほら！はい、次のサムネはこれ。これ、これをサムネに使っていいかどうか迷うな。どうなんだろう。ここまで肌色面積が多いと、許して YouTube になっちゃうかな。要検討ですね。大丈夫？バンされない？いやー、ギリ大丈夫なはず。ご迷惑をおかけして申
申し訳ないでした。いえ、助けていただいたのはこちらですから。ようやくお風呂シーンだ。いや、ほんと、なんか初めてだね、お風呂シーンのスチルは。バンされないといいけどね。まあ大丈夫でしょう。大丈夫、大丈夫。なくてよかったですね。びっくりしたぞ。ご主人が慌てておるから駆けつけてみれば、畳の上に倒れておったからな。一体何があったんですか？さあ、説明はできますか？それはまあいろいろとありまして。ゆげさん頑張って。ゆげさんにはぜひ頑張ってほしいし、なぜかついているあわさんにも頑張ってほしいですね。あわさんは頑張らなくていいのか。髪を下ろした村雨ちゃんが可愛い。髪上げた村雨ちゃんかな。とにかくもう平気です。あまり深くは追求しないでください。思い出しただけで私。いや、順調やね。ひゅー、クラクラします。メン吉。いや、尊いわけではないから死んではいないな。正確にはセリフウィンドウのはいはいはい。大丈夫ですか？はい平気であります。さすがに実物がなければ倒れることは。お、実物って何やろうな。村雨ちゃんってお湯疲れるんだ。その辺は大丈夫なんじゃないかな。生き物に触れないぐらいの設定なんじゃない？それにしてもすごい広いのですね、吉野の家のお風呂は。四夏荘の温泉の方が広いんじゃないですか？そうだね、温泉の方が広いのは間違いないよね。確かに露天の温泉は広いですが、室内はこちらの方が大きいです。すごい。私の先祖でお風呂にこだわりを持っている方がいたみたいで。すごいな、家風呂で旅館より大きい内風呂があんの？友竹の湯殿には氷の温泉が引いてある。マコの怪我にもいいはずだ。あ、ほんとだ。しっかり浸かるのだぞ。髪を下ろした村雨ちゃん可愛いね。確かにすごいわ。全然こっち見てなかった。こっちの上げてる村雨ちゃんしか目に入ってない。ところで村雨様は写し用のものに触れられないんですよね。うんうんうん。村雨様も服を脱げるんですね。我が輩の姿は説明が難しいのだが、意識を投影したものでな、思いのままなのだ。それで便利だな。ありがとうご先祖様。なんて直球な感謝の言葉。冷静に考えたら温泉にボディーソープつけたまま浸かるのご法度すぎて悪い。そうなんだよ。まあ海外の方だからね、多めに見てあげよう。しょうがないよ。それはつまり着替えも簡単にできるということでしょうか？服がシュッと消えるってことかい？可能といえば可能じゃが、服の構造がよくわからぬものは無理だな。ふんふん。温泉に浸かることはできるんですか？湯に浸かることはできん。ほうほう。だが氷の湯は神聖を帯びているからな。こうやって神聖パワーをチャージしてるのかい？ふんぞえさんの言ってたのは大正解かもしれんね。みんな泡がモコモコや。これ泡風呂ですね。我が輩の体でもぬくもりみたいなものは感じられて心地よいのだ。じゃあちゃんとお湯に浸かって温まってるってわけじゃないんだね。そういえば海外の方は裸で温泉に入るのが苦手と聞いたことがあります。どういうこと？レナさんは大丈夫なんですか？タオルを巻いたまま入るってことかな？そこは少し大変でした。旅館の従業員は掃除の時間に温泉に入ることができるのですが、最初は口から火を吹きそうでした。従業員みんなで入るからお湯に浸かってるふりなのか、床からも浮いてるもんな。そうだね、確かに。このもう本当に神聖パワーチャージって感じだね。口ではなく顔から火が出そうではないかな。そうやね、確かに確かに。ありがとうございます。とにかく誰かと一緒に裸で入るのはとても恥ずかしいです。同性でもですか？うん。もちろん女の人でもです。
いや、その気持ちはわかるな。僕もね、あんまりその誰かと一緒に風呂っていうのが苦手なんで、銭湯とかはかなり苦手ですね。日本の方は恥ずかしくないのですか？そこは慣れだと思います。水着なんや。へえ、人前で裸になるのが無理。まあでもそれはね、僕はどっちかというとそっちの考えが近いかな。半分慣れだよね。やっぱ慣れなのかな。今までやったことないから、今更なんか慣れに行くのもなって思っちゃう。お風呂で水着を身につけることに違和感がありますから。すごいな、海外って。アメリカかどうかはともかく、アメリカヌーディストビーチとかもあるのに、お風呂はやっぱ裸はダメなんだ。人によるって感じかな、それも。それに慣れていると言っても、やっぱり多少は恥ずかしい気持ちもありますよ。そうね。一人でよく知らない人がたくさんいるような温泉だとためらいますね。友武さんはね、巫女姫さんっていう役職があるから余計じゃない？他にも自分を圧倒するような存在がおるとやはり気になるな。村雨ちゃんからすれば全員圧倒されるんじゃないの？慣れる前は実際恥ずかしかった覚えがある。そうだよね。やっぱ慣れか。圧倒ってありますか？でかい。村雨ちゃんから見ればもう全員だよね。ぶっちゃけ大衆浴場たるんだ腹を見せたくないから利用したくないですね。いや、まさにそれ。本当にそれ。本それですわ。それは確かにそうかもしれませんね。本当外国の方はすごいですね。何がそんなに違うんでしょう。遺伝子？全員レナさんに劣等感を抱いておる。我が輩からすれば吉野山子も十分だがの。そうなんだよね。村雨ちゃん一人が今割を食っている。はい？いや、なんでもない。とにかく時代の流れもあるであろう。昔は公衆浴場だったが、今はそれぞれの家についておる方が多いからな。そうだね、内風呂ばっかりだもんね、今は。すごい安アパートとかだとさすがにまだないみたいだけど。すみません。苦手なら苦手と言っていただければ。あ、いえ、確かに苦手なんですが、嫌ではありませんよ。同じ寮に住んでた外人さんが全員普通の裸の付き合いしたからやっぱり慣れなんだと思う。まあそれはそうなんだよな。それに裸のお付き合いをするものでありましょう。そうもちろん文化もある。だからそのローマだっけ、テルマエロマエとかはもう完全にあれお風呂文化の話だもんね。こんな風に一緒にお風呂に入れる友達ができて、私はとっても嬉しいのですよ。そう考えると確かにアメリカにお風呂文化の話とかないもんね。そういえばかけらを譲っていただいた条件をアリツさんから聞きました。お、言ったんだ。おお、あれですか。ありがとうございます。かけらを譲っていただいて。改めてやね。平気ですよ。お礼を言われるようなことではありませんので。いや、俺を言われるようなことなんだよ。素晴らしいことだよ。これでよかったんです。おじいちゃんもご先祖様もそう言ってくれます。優しい子だよ、本当に。きっと私は友達を助けるためにかけらを日本に持ってきたのだと思います。いや、ちょっと待って、もうほんまにええ子やね、レナちゃん。ですから有効活用してください。それが一番ですよ。本当にありがとうございます。それよりも大変でありましたね。今までずっとあんなモンスターと戦っていただなんて。いえ、そんな風に言われるほどのことでは。それにいつも頑張ってくれているのはマコですから。吉野友武さんは矛筋で最後とどめを刺す係って感じなのかな。マコも怪我をしているのですよね。スラックさん、運命だったか。いや、運命だったんだろうね。でもかけらを持ってここに来るっていうのはもうそうそう、そんなね、運命としか言いようがない確率だから。何かあればいつでも頼ってください。あ、そういえばまこちゃん怪我大丈夫かな。背中かな。ありがとうございます。村雨ちゃんも私でも力になれることがありましたらいつでもどうぞ。もしそのようなことがあればよろしく頼む。村雨ちゃんも嬉しそうだね。どうしたんです村雨様。いや、なんというか我が輩を認識できる人間は限られておったからな。
そうだね、今までマコヨシノしか認識できなかったのが急に2人ね、主人公とレナちゃんポンポンと増えてはわわってなってんのかな。ざっくばらんな態度には慣れておらんというか、どうしていいものやら。吉野様と同じ状態なんですね。そうね、かしこまられることしか慣れてないんだもんね。吉野とですか？吉野様も友人とは慣れていなくて、一緒に遊びに行く時もですね。マコ、そういうことを言わないでいいから。はあ、なんという和み空間、最高や。なんか楽しそうだな。一体どんな話をしているんだろう。女子同士の裸の付き合い、ちょっと気になる。でも下手に忍び寄ったら日立さんに気づかれるだろうな。いや、そもそも覗く勇気はないんだけど。俺はかけらをポケットから取り出してみる。さらに一回り大きくなったかけらはこうして手に乗せるとまるで熱を持っているようにも感じられた。お、日付が変わったかい？メリークリスマース！皆さんメリークリでーす。じゃじゃじゃーん。プレゼントらしいプレゼントはございませんが、はい。はい、テレコナスクリスマスの姿です。クリスマス配信の時に使った使い回しですが、はい、皆さんに配信のプレゼントですが、みんな今日メリークリスマス何か予定ある？なんか、大丈夫かな？聞いてごめんって言うことないかな？大丈夫？帽子リボンたくさんで可愛い。可愛いでしょ、この帽子。結構ね、いろいろ探してきて見つけてきたの。風呂を覗く覚悟がないタイミングでメリクリ。そうなんだよ。選択肢出るかなと思ったけど出なかったね。スラックさん、労働。マスフミさん、仕事。まあ、そうやわな。普通に平日やからね。ゆずソフトに出会わせてくれた最高のプレゼント、ありがとうございます。良いお風呂シーンをいただけて満足です。いや、僕もね、めっちゃ嬉しいね。僕にもクリスマスプレゼントですよ、これは。さあ、じゃあもうちょっとだけやって、多分日が変わるので、日が変わる。ゲームの中でも日が変わると思うので、そこで一区切りにして終わりにしようかな。もうちょっとだけやります。意図せずここでクリスマスを迎えてしまった。意図せずかいまあ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 。よかったらもうちょっとだけ付き合っていって。これからの目標は見えはしたけど、どれだけ集めなきゃいけないんだろう。少なくとも2、3個ぐらいじゃないよな。見た感じあと7個ぐらいは最低でも必要そうだけど。まあそこを考えても仕方ない。プレイヤーでよかった。明日自分のプレゼントが届く予定。ああ、そうなんだ。差し支えなければ何買ったか教えて。なんかいいもの買った？僕はね、クリスマスプレゼントに配信用のマイクアームを買ってもらいましたね。今まで漠然としていた目標がついにはっきりしたんだ。できることがあるならまっすぐ走るだけ。星飛雄馬くん、今年もダメだったか。毎年ダメだな、彼は。とにかく今は一つでも多くかけらを集めることだ。ここまでかな。千連番か。メインシナリオにロカネーがほとんど関わってこなさそうなんだよな。山に入った俺は手で土を掘り起こしてみるまでにしとこっかな。今日ね、僕もね、ちょっと夕食にケーキを食べてかなり保存画面だ。血糖値が上がっておりまして、割と至ってる状態で眠いんだわな。金魚肉さんに書いていただいたスケブエのタペストリー、いいね、いいね、ありがとうございます。あ、オーガニックなセリフ集を見なきゃ。オーガニックなセリフ集ってなんだろう？何のことだろう？よし、
とりあえずここまでにしとこうかな。いや、ほんとね、ごひいきにしていただいていつもありがとうございます。今後ともぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様、今日の配信以上となります。ありがとうございました。ちょっと上がってこようか。じゃっじゃじゃーん。ニョキ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 。あんまり拡大するとあらがバレてしまうな。はい、皆様本日も、ご視聴いただきありがとうございました。メリークリスマス。今日の配信は以上で終わりですが、おっと、メン吉さん、クリスマスはめっちゃ好みの1万回さんの同人誌の総集編を買いました。赤裸々やな。ありがとう、教えてくれて。クリスマスはワイヤレスイヤホンを買った新しいネンドロイドドールを予約した。おー、サタオジいいね、いいね。サタオジのフィギュアの完成。フィギュアはまだもうちょっとは完成しない感じ？結構ね、あれすごいなと思って見てる。そう、サンタ服で巨大化して、これで終わりにしようかなと思っております。じゃあ、配信締めに入ろうかな。皆さん本日も、ご覧いただきありがとうございました。明日やるかどうかはちょっとまだ未定ではあるんですが、できればやりたいなとは思ってます。最低でも明後日の木曜日ですね、22時30分からはやりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、エンディング画面に移りたいと思います。では、せっかくこの姿なので、一旦ちょっとこちらで終わりのご挨拶。皆さん、本日もありがとうございました。メリークリスマス。エンディング画面に移ります。はい、皆さんありがとうございました。コメントを読ませていただきます。あさびさん、おつなすでした。ありがとうございます。スラックさん、スラックさんあれか、了解ですか。ありがとうございました。せつかさん、こなすさん、リアルサンタさんの業務はお済みなのです。お済みですね。大丈夫ですよ。今年はね、トミカ、車のおもちゃですね。車のおもちゃをおねだりされたので、それを、枕元にススッと置いてございます。サンタクロースでした。あとはおばあちゃんにね、ピーチ、なんだっけ、この間出た、なんちゃらピーチ、今パッケージ確か近くにあったな。プリンセスピーチショータイムっていうゲームをね、今日買ってもらったというか、プレゼントでもらって、ホクホク顔で帰ってきてましたね。メンキシさん、おつなすでした。ありがとうございます。まさふみさん、メリークリスマス。おつでした。おつなすでした。せつかさん、おつなすです。ありがとうございます。顔文字も可愛いね。ありがとう。完成して、サタオチが完成してていい感じの服を買い足したり、ガシガシ動かせるようにちょこちょこ手を加えていたりする。すごいね、サタオチ。あれ、ほんと尊敬するわ。楽しみにしてるんで頑張ってね。サタオチおつなすです。ありがとうございます。スラックさんお疲れ様です。ありがとうございます。せつかさん、トミカ、かわいい。かわいいんだよ。まだ欲しがるものが可愛くて助かるよ。トミカってことはマクロスのバルキリーではない。ちゃんと車のおもちゃです。変形はしません。はい、それでは皆さんありがとうございました。改めまして、本日もご視聴ありがとうございました。皆さんに今夜も縁起の良い夢が見られますように。そして、メリークリスマス。さようなら。おやすみ。